こんにちは、ももです。いつも動画見てくださってありがとうございます。皆さん、お盆明け、お疲れ様です。はい、というわけで、お盆も明けまして、今日は8月18日。皆さん、お盆休みはね、いかがお過ごしでしたか？私も7月よりはちょっと一段落して、ついに、テント泊登山に行ってきました。嬉しい。もうめっちゃ久々のテント泊登山ということで、よくよく考えてみると、もう去年の9月ぶりだったかもしれませんっていうくらい久々のテント泊登山でした。去年はね、めちゃめちゃテント泊に行っていて、年間確か11、2泊ぐらい行ったんですよね。で、その前の年もそのぐらい行っていたんですけど、今年やっと久々に行くことができまして、こんな感じのね、装備で行ってきました。私は登山を始めた1シーズン目からテント泊登山をやっていたんですけど、もういよいよね、それも5シーズン目ということで、厳選されたものだったり、まだまだ改善が必要なものだったり、いろんな装備がございます。泊数で言うとね、もう割と結構回数をいってるのかなというところで、皆さんにね、参考にしていただけるものもあるのではないかと思って、今回動画にしてみることにしました。っていうのもね、もっと大きいきっかけがあって、私は先週の8月10、11日に、針の木サーキットにテント泊登山で行ってきたんですけど、その時に、お姉さんもしやテント泊？ザック小さくないって言われたんですよ。よくよく周りの人を見渡してみると、意外と荷物コンパクトな方かもしれないと思って、その秘訣がね、一体何にあるのかっていうところが自分自身もとても気になりましたし、あとはね、私が使っているザックはこちらのカリマクリーブ30というザックなんですけど、これもすごい人気のあるザックで使っている方もとても多いので、そういった方にもね、参考にしていただけるんじゃないかと思って、この30リットルザックでテント泊に行っている荷物を今回はご紹介していきたいと思います。それではまずね、なぜこちらのザックを選んだのかということと、このザックの機能についてね、見ていきたいと思います。まずはじめに、私がテント泊登山を始めたのは1シーズン目からだったんですけど、その時はこのザックではなかったんですね。でこれを使い始めたのは昨シーズンからで、それまでは同じカリマーでもリッチ40というザックを使っていて、当時ね、最初すごくお金がかかったんで、もう一番安くなってたザックを購入しました。それがこんな感じでピンク色のザックだったんですけど、ピンク、いかにもちょっと女性らしいピンクだったんで、あまり人気がなかったのか、とてつもなく安く手に入れられたので、最初はそれを使っていたんですけど、もともとね、荷物はできれば軽い方がいいと思っていたので、 UL ザックだったりとかも憧れがあったんですけど、金額がね、とんでもなく高かったりして、ちょっと自分はまだその域ではないなと思って UL 方面には手を出さずにいたんですね。そして2023年に現れたのがこのカリマーのクリーブ30というザックだったんですけど、ついにメーカーからこんな UL ザックが出たのかって思って、安心の大手メーカーの背負い心地はそのままに、総重量が 1kg を切る軽量なモデルのザックが出たということで、もう出た時からね、結構これは熱いなっていう風に思っていました。ですがね、やっぱり定価で買うと、それなりにね、お値段が張るものだったんで、出てすぐには購入しなかったんですけど、その後2025年かな、こちらのクリーブ30がモデルチェンジをしまして、ここのショルダーハーネス部分のポケットとか、あとロゴの入り方とか、結構いろいろチェンジしたんですね。その時に型落ちとなった初代モデルがすごく安くなっていたので、ついに手に入れる時が来たと思って、型落ちとなった初代モデルを私は手に入れました。そう、今のモデルはもっとここのポケット部分がトレランザックみたいにちょっと余裕のある形状で、そちらの方が使いやすい面もあるのかなって思ってるんですけど、私はこのね、初代モデルでもすごく満足して使っています。で、こちらのザックにはフレームはないので、柔らかいんですけど、中に
ウレタン製のマットが入っているので、こう形は保たれるようなものになっています。あとね、風抜けもよくって、こんな感じでボコボコしたメッシュの目になっているので、ほんと UL ザックとなんでしょうね、トラディショナルザックなんていうの、一般的なザックのいいとこ取りをしたようなザックだなっていう風に思ってます。で、これまず特徴が、すごく軽い 1kg 以下のザックであることと、あとポケットがね結構たくさんあります。上がロールトップ式になってるので、こう容量に応じて調整できるっていうのも魅力的なんですけど、さらにはこうフロントにジッパーがあるので、下の方の荷物もこう真ん中をバッカーンと開いて取り出すことができるっていうのが、結構上からね手を突っ込んで奥のものを取り出すっていうことをしなくて済むので、めちゃめちゃ使いやすいなっていうふうに思ってます。あとはフロントにメッシュポケットが2つと、あとサイドにもドリンクとかを入れたりできるポケットが両側についてます。あとはハイドレーションを通したりするような穴もちゃんとついてますし、そこにはレインカバーを入れるようなポケットもついています。そしてこちらショルダー側がこんな感じになっていて、右も左もねポケットになっていて、いろいろなものを入れられるようになっています。私は撮影でいろいろな機材を使うので、ここにジンバルタイプのカメラを入れたり、あとはスマートフォンもねここに入れたりしているので、このザックを持っていく時はサコッシュを使わなくても済むんじゃないかなっていうふうに思います。腰ベルトも結構しっかりしていて、そこにも大きめなポケットがついています。容量としてはクリーブ30っていうことで30リットルのザックなんですけど、どうだろう、サイズこう伝わっているのかわからないんですけど、容量って結構メーカーが定めたものだから、メーカーによって結構いろいろだと思うんですけど、これはその上がロールトップになってることもあって、30リットルと歌っている割にはめちゃめちゃ容量のあるザックだなというふうに思ってます。はい、じゃあ一旦ザックの説明はここまでにして、中に詰めていくものをね心にダーッと並べました。私が1泊2日のテント泊で持っていく荷物になります。なんか並べてみたんですけど、本当にこのザックに入りきるのか不安になるぐらい結構物は多いですね。ですが普段持ち歩けてるので、ここにしまえるはずです。なのでね、今日は紹介が終わったら一通りこの荷物を中に詰めてみようと思ってます。で、ここに置いてあるのは1泊2日のテント泊の荷物ではあるんですけど、ザックの中には入れないものがあるので、まずはねそれをちょっと省いていこうかなと思います。まずはこちら、サコッシュ。今回針の木岳行った時のサコッシュはヌルクのサコッシュを使いました。ここについてるのは蝶ヶ岳のゴジさんの木の形の木製バッジです。でここにはだいたいリップクリームを入れてます。でリップクリームは色付きのものとラカの UV カットが入っているリップクリームです。これはもう FPF50 プラス PA プラス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 ってぐらい結構しっかり日焼け止め成分が入ったリップで、こう何日か重曹してるとちゃんと UV ケアをしてあげないと唇も日焼けして結構えげつなく腫れちゃったりとかするんですね。なのでこう山に行く時は UV カット機能の入ったリップを使うようにしています。あとはサコッシュに山用のお財布、これもヌルクのものです。こっちが小銭入れになっています。あとはスティックタイプの日焼け止め、これも一応 FPF プラス PA プラス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 って書いてあるんですけど、本当にそれだけの効果があるかわからないんですけど、こんな感じでネジネジして出してこう塗り足し用に使ってます。気休めかもしれないけどだってさ、本当にそんなに乗ってくれるのかって感じですけど、ないよりはいいんじゃないかなって思って信じてます。あとはこういうのなんて言うんでしたっけ、ちっちゃいハサミとかついてるやつ、これサングラスはこのソライズさんのものを使っているんですけど、 UV ケアができるサングラスになっていて、目をね守ってくれるサングラスなので、これを信頼してアンバサダーとしても活動させてもらってます。あとは帽子、今年はフーディニさんの帽子を使ってます。これすごい軽くてお気に入りです。パタゴニアのペラペラのウィンドシェル、これは前にも紹介したことがあってお気に入ってるやつなんですけど、フードがないタイプのものが好きで、フードがなくってこう胸までのチャックのタイプのものを、これをいつでも羽織れるようにザックの中ではなく外側に入れてます。手ぬぐいですね。これは新しく手に入れた針の木小屋で買ったやつ。このねライチョウ柄がめっちゃ可愛くてずっと欲しかったんで、ついに手に入れることができました。あとはね日傘。
これも外ポケットに入れるやつです。これモンベルの日傘で、これもめちゃめちゃ軽いです。これは安曇野のモンベルでやっぱり型落ちで安くなっているのを手に入れました。あと外につけるのはストック。2本あると邪魔になることが多いので、こう1本だけ使うことが多いです。マットはエアータイプじゃなくてこっちのパトパトの方を使っているんですけど、これはなんかいい加減買い替えたらって結構弟に言われてます。これもともと弟の友達がキャンプで使ってて、でそれを弟が2000円で買って、でその2000円で買ったけどもういらなくなったやつを私がタダでもらいました。そんなマットをもう譲り受けて早5年ぐらいになるんですけど、使えなくないからね、使い続けてます使えないくはならないんだよね、あんまり。でそれよりもなんかもっとよりこういうものになりたいみたいな時に買い替えるじゃないですか。わざわざ使えるものを手放してまでして新しい何かが欲しいかって言われると結構難しくて、なんやかんやね、最初に手に入れたものをずっと使い続けがちですね。次、端からいきます。テントはファイントラックのカミナドームを使っています。カミナドーム実はソロ用と2人用と実は両方持ってるんですけど、私が最初に買ったのは2人用の方を買ったんですね。それは理由があって、ソロ登山でものびのびと中を使えた方が優雅でいいなって思ったんですよ。で最初カミナドーム2を買ったんですけど、やっぱり私1で十分かもって思えるシーンが増えてきたんですね。現場が狭くて2を貼るとちょっと場所を取りすぎてしまったりですとか、あと撤収の時に2人用だと結構布が大きいので1人で畳むのが大変だったりとか、あと家に帰ってきてからもね干すのに結構場所を取ったりとかするので、なんかソロでも良かったなって思ったんですよね。そんな時に弟が手放すって言ってたので、じゃあそれを買い取ろうということで、今は最近はこのカミナドーム1の方を使うことが多くなってます。これはかなり硬派なテントだと思っていて、重さも軽いですし、風とかにも強いですし、あとはチャックの開く方向が新井のテントとかモンベルのテントとかだとこう短手側、細い側、狭い側の方に出入り口があるんですけど、このカミナドームは広い側の方に出入り口があるんですね。でそれが結構良くてカミナドームを使ってます。あとは別売りでスノーフライとかも売ってるので、雪山のテント泊でも使えるっていうのもいいところかなと思います。シュラフはモンベルのダウンハガー3番を使っています。先ほどのカミナドームもこれもそうなんですけど、近場でね手に入りやすかったから買ったっていう理由もあるんですけど、急にテント泊登山行くことになって急遽大山のハーベストウォークのモンベルに行って手に入れたのがこのダウンハガーの3番です。加減がマイナス1度でコンフォートが4度なんですけど、夏の登山だったら結構これでちょうどいいぐらいです。なんですけど今年の夏みたいにあんまり暑くならないと、この間の張り抜きは結構ギリギリだなっていう感じでしたし、9月後半10月頭になってくるとこれだとだいぶ寒いです。5月のつば九郎でもこれで行って後悔したことがありますそういう時どうするかっていうと、着れる布を全部着て、あとはちょっと失礼してエマージェンシーシートを、私は封筒型タイプのものを持ち歩くようにしているので、それをこう外にかけて、なんとか乗り切ったって感じですがね。去年結構私はやっぱたくさんテント泊に行くタイプだから、いい加減もうちょっと分厚いシュラフを買ってもいいんじゃないかって思って、C2 サミットのシュラフをもうちょっとあったかいやつを買い足しましたが、夏は今これでいってます。でこちらパンパンに入っているのがレインの上下とダウンです。あと先ほど言ったエマージェンシーシート、封筒側の型のエマージェンシーシートもここに入ってます。ダウンはこれは弟のお下がりのモンベルの、これはフードがないタイプのダウンです。あんまり今見ないですけど、結局レインウェアにフードついてるから、私はフードないぐらいがお気に入りです。フードね、私あれなの、一番内側のベースでこうフード付きのキャプリーンとかを着ることが多いんで、そこにフードがあって、で上着はなくて、最後レインウェアはあるみたいな感じで、フードいっぱいにならないようにしてます。でレインウェアはミレーのティフォンを使っています。これは熊谷のアウトレットがオープンした時にまさかの全品半額セールをやっていて、ティフォンって定価で買ったらそれなりの値段するんですけど、
ラッキーなことに登山始めて1年半ぐらいのタイミングでそれがあったので、結構早々にこんないいレインウェア上下を手に入れることができました。で、あとは先ほど話した封筒型のエマージェンシーシートです。エマージェンシーシートってこう封筒型じゃないタイプの方が一般的なのかなって思うんですけど、結構救助を待つようなことになってもこう布だけかぶって足が出てるのって寒くないのかなって思って、そういう面でも自分的には封筒型の方がいいのかしらなんて思って封筒型を使ってます。まあ普段の用途はね、もうほとんどシュラフのブースト用か、そうそう、あともう一個用途があって、雨の日のテント泊の時にこうやっぱ浸水が気になるじゃないですか。そういう時にテントの内側にこのエマージェンシーシートがちょうどこのテントの下にぴったりのサイズなんですね。それを内側にバーッと敷いてあげることによって、荷物だったり自分が濡れないようになるっていう、そういう使い方で使ったりもします。で、あとはこれはなんか格安サイトで買ったこうテントが濡れた時に結露とかを拭いたりする用の布です。そんなのをここに入れてます。だからこれはほとんどなんか寒い時用みたいなセットです。これは日帰り登山でも持ち歩く組ですね。これゴンと日帰りでもこれがゴンと大体入ってます。であと着替えはこれ100均で買っためっちゃ軽くて薄いエコバッグみたいなのにずっと入れてます。中身を出してこのままこの外袋も洗濯できちゃうっていうのがもうそのぐらいの気軽さが調子よくて、私は服を全部交換したいタイプなので、下着からもうズボンも上も全部、靴下もまるっきり全部交換するセットを日数分持っていきます。だいたいテントが設営し終わって、ちょっと一息ついたら服を全部脱いで全部拭いて、新しい服を着て、新しい服で夕ご飯を食べて寝て、2日目はそのまま行動するな感じな流れです。汗をかいた服を着るのが嫌だっていうのも一つありますし、ややねアトピーっぽいので、そういう状態でずっと放置しているとかなり肌が荒れちゃうんですよね。なので服は全部取り替えて、肌も一回全部クリーンにする感じにしています。で、脱いだ服をここに入れて、だいたいこれを枕にして寝てます。でもう帰ってきたらこう中身をこうバババって洗濯に出して、もうこいつの袋も洗濯。でも200円なんでもう気兼ねなく使いまくれます。こいつをだから3つぐらい持ってます。気に入ってます。あとは水はもう行動時間に応じて持ち歩きます。クッカーセット TMR インダストリーズさんからいただいた袋にバーナー、これはもう私1台目です。意外と弟が最初から UL 志向だったんで、弟に教えてもらったものが最初から結構軽量なんですね。なのでもう出だしからこんなちっちゃいバーナーです。もう十分ですね、私はこれで。これと忘れるべからずライターを、一緒に入れるようにします。バーナーの足、折りたたみのマグカップと、これは今年かな出たこの下につけれるトレーなんですけど、これはヌルクさんで出たやつで、このお尻にぴったりつけられるのが可愛くて買っちゃいました。で、あとこれも今年仲間入りした激アツギアですね。この TMR インダストリーズさんのめちゃめちゃ沸くのが早いクッカーで、これはね視聴者さんからいただいたピンクカラーです。めっちゃ嬉しい。すぐ売り切れちゃうんですよ、ピンクで。これを使ってます。蓋もね視聴者さんからセットでいただいたやつです。これがねちょうどガス管がここにジャストフィットするんですよ。ふうってな感じで、バーナーはいつもこの110のちっちゃい方のやつ、間違った、ガス管ですね。ガス管この110の方を持ち歩いてます。今回の針抜きの時のこうつかみはこれにしました。これもフォロワーさんからいただいたやつです。っていうのが私のお茶回りセットですね。これはもうテント泊には絶対欠かせない。お湯を沸かしたり、調理もこのサイズで、1人分なら全然十分に賄えます。で、これ全部ねこんな感じでこの袋にキュッとしまってます。調子いいです。もうこれはねこれがもう完全なスタメンでしばらく生き続けるんじゃないかなっていうメンツです。ここはもう結構重要なものかもしれません。これが、ウェットティッシュとかボディシートとか、あと眉毛を描いたりするペンとか日焼け止めを入れているポーチです。ウェットティッシュとかはそのクッカーをきれいにしたりとかするのに使うのと、あと水に流れるティッシュ、あとボディシートもうこれはカインズですごいちっちゃいのを見つけたんで、これ8枚入り、小さくて調子いいなと思って買いました。でもこれ問題があって、この8枚入り1個しかいらない、シーズンで3個ぐらいしかいらないのに、これがかける
8個入りしか売ってなかったんですよ。なので今ねめっちゃボディシート持ってて、私に会って欲しい人全然くれって言ってください。これはこのウェットシートに似たようなものなんですけど、デリケートゾーンにも使って OK なウェットティッシュです。よくボディシートでスースーするタイプあるじゃないですか。あれでさ、拭きたくない場所もあるわけですよ。そういうところにも使えるような化粧水が配合されたウェットティッシュです。で、メイクっていうメイクは正直もう全然しなくて、山で会った時の私の顔面は基本的にはこのやや色のつく日焼け止めとこの眉毛のペンと、あと最初に出てきた色付きのリップ、その3つで顔面は構成されてます。次、こちらのポーチが電子機器、モバイルバッテリーとヘッテンです。ヘッテンはこの間男体山の時に急遽駆け込みでワイルドワンで買ったこのヘッテンなんですけど、360ルーメンあって明るさも3段階で調整できるんですけど、グラムが確か36だか38グラムぐらいしかなくて、タイプ C で充電さ切るタイプのヘッテンです。で、これの他にもう1個電池式のやつを持っているので、それを2つ持ち歩くべきかなっていうふうに思ってます。で、あとはモバイルバッテリーですね。これは1万ミリアンペア、1泊2日ぐらいだったら私はこれで持ちます。携帯を新しくしたので超いい携帯を使っているので1回で持つんですけど、前まではもっと2万とかこのどでかいバッテリーを持ち歩いてましたし、1泊以上になるとそっちのもうどでかいバッテリーを何個か持ち歩いたりします。で、この紫がなんかエマージェンシー、ファーストエイドキットか、いろいろなものが入っていて、これもやっぱ年々こういうものが必要だなっていうのにいろいろ気がついてきて、また今年もねいろんなものを足したりしました。ガーゼとかテープとか絆創膏手袋とか、先月中禅寺湖ランウォークっていう大会にちょっとお手伝いしたりしたんですけど、手をついて腕を怪我してしまった方がいて、その方に私がスタッフとして持っていた三角巾を巻いたりするシーンがあったんですね。ファーストエイドキットとかって何のために持つかっていうと、自分のために用意するのももちろんなんですけど、周りにいた誰かを助けるためにもそういった様々なトラブルに対応できるような備えが必要だなっていうふうにその時すごく思って、その時はスタッフでもあったのでかなりちゃんとしたファーストエイドキットを持っていて、その中から三角巾をお渡しさせていただいたんですけど、やっぱ日常からねそういう備えが必要だなって思って、ただね三角巾結構大きくて重かったりしていいのが今のところ見当たらなかったので、そこは手ぬぐいで、私手ぬぐい常に2枚ぐらい持ち歩いてるんで、手ぬぐいで対応したりですとか、あとちょっと調べてみたら長袖だったらここに安全ピンをつけて直接服同士でしてしまうっていうのも見たりとかしたので、そういうのを見て安全ピンを用意したりですとか、常にねなんかいろんなシーンを思い出して用意を変えてみたりとかしてます。私もちょっと完璧じゃないんでこれを絶対真似してくださいっていう風にはご紹介できないんですけど、あとは簡易トイレだったり、あとはマスクですね。自分の感染もそうですし、小屋泊とかだと特に必要になってくるのかなって思います。あとはトイレットペーパー、カイロ、生理用品、飲み薬、塗り薬、あとはアミノバイタルとかコンパスとか、あとなんか効果あるんだかないんだかエビデンスが微妙っていう話もありましたが、ポイズンリムーバーとか、そういういろいろな備えをこの紫の中に入れています。本当に山でのトラブルってもうそこにあるもので全てを対処しなくちゃいけないので、それこそね靴底が取れてもう歩いて帰らなくちゃいけないし、目の前で困った人がいるのにそれを見過ごしてどこかに行くなんてことはできないんですよね。だからそういった時に怪我だったら対処しなくちゃいけないし、何か塩分が足りてないのか水分が足りてないのかとか、そういうものがあったらそれを自分のものを人に分け与えるだけの余裕が必要だなって思いますし、それもあってね、最近は水も自分が必要な量プラス人にはもうあげられる量をちょっと背負ってみたりですとか、食べ物も常に2食分ぐらい多めに背負ってます。それはね本当もう私も何シーズンか登ってきている中でいろいろ自分もこうだったらやばかったなみたいな、もっとこういう備えが必要だなっていう経験をいろいろしてきた中で、やっぱ自分のためにも人のためにも必要最低限プラスアルファの備えを用意するようにしています。救助が来るまでの間を耐え忍ばなく
くちゃいけなかったり、救助がもう何日も来られなかったりするような可能性があると思うので、そんなことを考えたりしています。それもあってこんな感じで、これがだいたい食べ物飲み物なんですけど、行動食はもうだいたい余ります。もうほんとみんなに配りまくっても大丈夫ってぐらい大量に持っていきます。飲み物は自分のテンションを上げるためにブラックのコーヒーとカフェオレのスティックのものと、あとお茶とか自分の気分でちゃんと選べるようにしてます。お菓子もそうですし、食べ物も飲み物もそうですけど、これ食べる気分じゃないから食べずに行っちゃおう、飲まずに行っちゃおうってなると、本当にいろんなその後の行動中のトラブルに食べない飲まないっていうのがものすごい影響してくるので、どんな気分でも食べられそうなもの、とりあえず選んで何かしら食べれるっていう状態を作るために、結構いろんな種類のものを持ち歩くようにしてます。だから食べ物も、その先ほど言った人に与えられるっていうのもそうですし、自分のためにも選べるだけの量を持っていってます。でもやっぱ私は摂取しやすいのはこういうゼリータイプのものが摂取しやすいので、ちょっと重いんですけど1日目用と2日目用でこういうのを持っていってます。お米系も持ち歩くんですけど、やっぱ気分が乗らなくて結局食べれないことが多いですね。でも絶対に1つ2つは持っていってます。あとはタンパク質が不足しがちなので補給できるようにプロテインバーだったり、お魚ソーセージだったりカルパスだったり、そういうものを持っていくのと、麺類とか温かいお湯だったら流し込めるっていうこともあるんで、ワンサイズのカップ麺のセット、これは最初ご提供でいただいて結構調子が良かったのが鬼餅ってやつなんですけど、これはお米なんですけど混ぜご飯、栄養価がすごく高いおこわみたいなもので、これはもう結構テンションが上がらなくても補給できますし、すごい栄養価が高いので補給した気分になりますタンパク質、この小さいサイズでもタンパク質 8.9g、 食物繊維 3.2g、 エネルギー 234.9 キロカロリーってことで、結構優秀なんじゃないかなって思ってこれも取り入れたりしてます。この袋もフォロワーさんにいただきました。ありがとうございます。これはね、山猫さんの袋で口がガバッと開いて閉めたり開けたりするのが便利なんですよね。結構これは結構画期的な袋だなと思って感動しました。ギュッと閉められてギャッと開けられるんですよ。テントの中だと余計な動作がストレスになったりするので、このぐらいのシンプルな動きで開け閉めできるのってすげえって思って、これも重宝させていただいてます。どんなコンディションでも胃にぶち込むだけの選択肢を持っていくようにしてます。さあ、撮影機材ですね。インスタ360の360度カメラ、あと写真は最近 iPhone かこの GR っていうカメラを使ってます。これも中古販売ショップで手に入れました。でこれが、モンベルのクッションが入ったドライバッグで、日中だったらこういうカメラはそれこそショルダーハーネスに入れたりサコッシュに入れたりしているんですけど、天気が悪くなった時はそういうわけにはいかないので、カメラの保護もできて、かつドライバッグなんで水が染みないという製品で、これは優秀だなって思ってこのカメラ用にドライバッグを購入しました。忘れてるかな。でもこれ先日針の毛に行って帰ってきたものを洗濯終わって、大体並べた感じなので、私が持って行ってるものはいつも大体こんな感じです。そしたら実際にこの今出してみたものを全部このザックに詰めていきたいと思います。本当にここにこの量が入ってるのか普段ってすごい疑問けど、入るはずなのでこれを入れていきたいと思います。でも大体はもうテントに着くまで取り出さないものを下の方に入れて、行動中に取り出す可能性があるものを上の方に入れています。だけどこのザックのいいところは、仮に使うものが下の方に行ってしまったとしてもセンターがねオープンできる形なので、意外とそんなに気にしなくてもパッキングができるっていうのはすごい魅力の一つかなって思います。で、だいたい一番下に入れるのがこの着替えですね。着替えが行動中に必要になることってほぼないので、この着替えもね日数分持って行ってて助かったなっていう経験があって、めちゃくちゃ土砂降りになった時にですけど、泉ちゃんの荷物が水没しちゃって服がびしょびしょになっちゃったんですね。でその時に
私は濡れずに日数分の着替えを持っていたので服を貸せたんですよ。なんか人に貸せるだけ、あげられるだけ多く荷物持って行っててよかったなって思いましたね。もうなんかね、山での備えはね、自分のためもあるけど人のためでもありますね。それで言ったら知識とかもそうなんだろうね。こう救急救命のさ知識とか私もちょっとまだまだ足りないなって思ってるんですけど、もう自分のためであり人のためですよね。どんな感じだろう。これで今シュラフとテントを入れました。でこう結構軸になるものをサイドに差し込みます。であと結構後悔するのが、このマットを一番最後につけようとすると中がパッツンパッツンなってるとつかないんですよ。もうだから結構序盤につける必要がありますね。でこれを右側につけるか左側につけるかなんですけど、この間針の木行った時は上りの時ミスったなって思っていて、こう地形を見てこういう斜面の時なのだったらマットがこう左側についてた方があんまりこう木とかに接触しなくて調子いいんですよ。でこの間針の木登った時はこういう傾斜なのに私右側にマットをつけていたんですね。なので登りながらこう枝とかにマットがバッと引っかかったりとかして、今回ミスったなーって思っていました。なのでね、2日目からはマットをつける側を変えました。ちょっとそういう地形とかも気にしてつけるといいのかもしれません。それで言うとね、もうザックの外付け自体が悪だっていう考えもあります。悪っていうか危険だからね、そうやって引っかかったりして、エアマットの方が良かったりとかっていう考えもありますけど、なんかエアマットが行動中に空気が抜けちゃったりとかするようになったら結構地獄だし、こう空気を入れてる時間とか抜いてる時間とかがちょっと煩わしくなりそうなので、私は未だにこのタイプのマットを使ってます。じゃあこのあれですね、着地した時に食べる用の食べ物もそんなにいらないので、下めのとこに入れちゃいます。で360度カメラもここぞという時にはにしか出さないので、中でいいかもしれない。着地しないと使わないものたちをどんどん入れていきます。こうレインウェアとか防寒着はやや使うので、ちょっと取り出しやすそうなところで、あとドリンクはもっと下でよかったな。大体入ったので上の方に行動食デカ袋、水も上の方。じゃあカメラは今回天気微妙っていう体でドライバッグに入れたまま入れて、で水はサイドのポケットに入れて、で外のポケットに日傘と、出だしから汗かかない時は手ぬぐいも外のポケットで、あとこのペラペラのシャカシャカ上着もいつでも羽織れるように外ポケットで、帽子は出だしからかぶってるでしょ。サングラスでストックも多分歩き始めから使うんで、これでじゃあバッチリだね。で今どのぐらい上が空いてるかっていうと、このぐらい、ここはもう25センチぐらいはあるんで、仮にねもっと荷物が多い人でもこうやって閉めればいいだけなんで、まだかなり余裕があると思います。ロールトップって容量やばい。私はそこまでパッツンじゃないので、上をぐるぐるしてこれ止めます。でいつも止め忘れるこのトップ、ここでねマットもつけられると思う。このトップを止めて、これで完成。どんな感じかっていうと、よいしょ。ちょっとマットが上すぎるが、こんな感じです。テント泊にしては結構コンパクトな感じですね。写真分かりやすいなったら載せておきます。だいたいここに携帯とか今この撮影に使ってるジンバルのカメラとかを入れたら完成です。私は上半身より下半身で持ちたいタイプなので、この腰でしょえるっていうのがめちゃめちゃ大事で、もうこれの安定感はかなり抜群です。腰ベルトなしのさ UL ザックとかでテント泊してる人信じられないですもん。私肩だけでしょったら結構辛いので、私は UL ザックを買うとしてもこの腰ベルトがねしっかりあるやつを選ぶと思います。腰ベルト締めずにザック使ってる方いるじゃないですか。あれついてるんだったらね絶対締めて腰に荷物乗せた方が楽になると思う。これで超久々の針の木岳登山を針の木サーキットで行ってきたわけなんですけど、この荷物の重さが辛いとか背負っててこの背負い心地が辛いなって思った瞬間はなかったです。なのでそれだけこう優秀なザックなのかなっていうふうに思ってます。じゃあ最後、これが一体何キロなのか、ちょっとこのために体重計の電池を買ってきたので測っていきたいと思います。はい、というわけで今重さを測ってきました。
ザックを背負った状態で体重計に乗って、その後このザックを下ろして自分だけの体重で測ったんですけど、その差は 7.7 キロでした。なので私のこのパッキングは水なしで 7.7 キロのパッキングになっています。これは重いんですかね、軽いんですかねまあ1泊2日でテント泊だと平均的な重さなんでしょうかどうだろう。まあ、特別ねこれを削っているとかそういうものはないかなって思うので、まあ、自分的にはこう、20何泊もっとかな、30泊ぐらいかな、テント泊してきて今こんな形に行き着いています。皆さんにも参考になりましたでしょうか。もっとねこういうものがおすすめだよとか、こういうところが参考になったとかあればコメントいただけたら嬉しいです。ぜひね今回の動画良かったなって思ったらチャンネル登録、グッドボタン押して、次の動画は山に行く動画になるかな。また楽しみにしてもらえたら嬉しいです。それでは今回の動画最後まで見てくださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。